Hallo zusammen und willkommen zu meinem Kanal Mizukis Home. Ich bin Mizuki und ich bin heute bei Tokyo Gohan in Berlin. Heute mache ich ein Interviewvideo mit einem Japaner und ich stelle ihm heute ein paar Fragen und möchte mehr über Tokyo Gohan erfahren. Bleibt dran und viel Spaß. Dann, los geht's!はい、今日はゲストとして東京ご飯の土屋さんに来ていただいています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。軽く簡単に自己紹介お願いします。はい。ドイツで、東京ご飯という、おにぎり屋さんをやっている土屋と申します。好きなおにぎりはそぼろおにぎりです。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。土屋さんは日本のどこから来られたんですか？日本では、千葉出身です。あ、千葉出身。はい。なるほど。東京ディズニーランドがあるところですね。そうです、そうです。なるほど。はい。日本ではちなみに何されてたとか、はい、お聞きしてもいいですか？はい。日本にいた時は、はい、最初は IT 系のスタートアップで働いていて、うん、で、その後に、共同代表の青木っていうのがいるんですけど、はい、青木と一緒にドイツでおにぎり屋さんをやろうっていう話になりまして、はい、で、会社を辞めて、はい、で、そこから、東京にあるおにぎり屋さんのボンゴっていうお店があるんですけど、はい、そこで、おにぎり修行に行って、はい、で、そこでおにぎりの作り方を学んで、ドイツに来て起業したっていうところになります。ああ、なるほど。すごい。はじめ IT から始まって、はい、でもおにぎり、また変わった感じですけれども、はい。どうしてじゃあそのおにぎりを始めようと思われたんですか？僕と、まず青木と僕の出会いをちょっと話させていただくんですけど、はい、僕と青木が出会ったのが、ドイツのフランクフルトなんですね。はい。で、それが学生の時に、2年間、ドイツのちょっとした日系企業みたいなところで、インターンをしてた。サッカーをしなかった。すいません。サッカーをしたり、インターンをしてたっていうのが、青木と僕の出会いになります。ああ、なるほど。そうですね。フランクフルト時代の友達です。うん。で、青木は、ドイツのサッカーがすごい大好きで、いつかもう一回ドイツに戻りたいって思いがあって、で、僕は、いつか自分でビジネスを立ち上げたいって思いがあったんですね。うん。で、日本に帰って、普通に就職をしたんですけど、はい。就職をしたんですけど、やっぱりドイツ、僕は起業したい、青木はドイツに戻りたいって思いで、じゃあドイツで二人で何かをやろうと。はい。なって、で、それでできるのってなんだって、ドイツかける企業みたいなのできるのってなんだって考えたときに、そのドイツにいた経験から、日本食ってすごい流行ってるよねっていう話になったんですね。はい。で、その中でラーメンだったり、寿司だったりっていう、ちょっと、こっちで言うと高価な日本食みたいなのはいっぱいあるけど、手軽に、ケバブのように手軽に食べれて美味しい食べ物ってなかなかないよねっていう話になって、それがじゃあおにぎりだと。日本のストリートフードであるおにぎりをやろうっていう話になりました。ああ、なるほど。そうなんですね。で、はい、冒頭でボンゴというところで修行されてたんですかね？はい。はい。視聴者の方でちょっとわからない方もいるかと思うんで、少しだけボンゴについても説明していただくことは可能ですか？はい。ボンゴは、おそらく、東京で一番有名な、日本のおにぎり屋さんとなります。で、ボンゴのおにぎりの特徴として、まず、おにぎりが温かい。そのオーダーを受けてから作る温かいっていうところと、具材がたっぷり詰まってる。そしておにぎりが大きいっていう、その3つが特徴となっているおにぎり屋さんとなります。なるほど。じゃあ、そこで修行されたっていうことなので、はい、そこで学んだいいところをすべて東京ごはんさんでもう再現されてるっていうことですかね？そうですね。完全に、メニューが、一応、半分ぐらいはボンゴメニューになっていて、で、半分ぐらいが、ドイツ向けに、
アボカドおにぎりだったり、まあ今、ベルリンにはないんですけど、シャンピニオンおにぎりだったりっていう、ちょっとドイツにオーガナイズしたようなおにぎりも取り揃えてるような感じになります。あ、なるほど。東京ご飯についてお聞きしたいんですけれども、はい。東京ご飯とは何ですか？東京ご飯とは難しい質問ですね。でもまあ僕にとってはもう子供みたいなもんです。あ、なるほど。はい。はい。でも、すみません。簡単に東京ご飯の説明をすると、今は、2021年の、9月にドレスデンでスタートをして、で、2022年の、そうですね、今年の、ちょうど11月ですね。はい、11月からベルリンにもオープンしたっていうお店になってます。なるほど。じゃあ今はドレスデンとベルリンで2店舗あるということですね。はい。はい。ちなみに、住所とかもしよかったら、下にリンクに書いてますので。はい。はい。あと、ホームページもあるんですよね。はい。もしおにぎりとか注文されるってなったら、どのように注文できますか？今力を入れてるのが、リーファーサービス、デリバリーサービスになっていて、はい、ボルト、ウーバーイーツ、リーファーランド、すべての、媒体で注文していただくことができます。で、ドレスデン店に関しては完全に、テイクアウト専門になっていまして、事前、僕らのホームページから事前に注文いただくか、まあ、それかそのまま普通にお店に来ていただいて注文していただいて、で、持ち帰っていただくっていうような形になります。で、ベルリン店に関しては、ちょっとしたカフェスペースみたいなのもあって、店内飲食も可能となっております。あ、なるほど。じゃあ、店内でも、ベルリンに関しては店内でも食べれるし、はい、お持ち帰りも、はい。で、オンラインで、はい、デリバリーとしても注文できるということですね。はい。はい、ありがとうございます。土屋さんはドイツで起業されたっていうことなんですけど、はい、起業するにあたって大変だったこととか、はい。ありましたら教えてください。まず僕らが、ドイツに来たのが2021年の2月でパンデミック真っ最中だったんですね。大変でしたね。なので、最初の数ヶ月はもう家から出れないみたいな状態で、で、法人を設立するにあたって、役所とのやり取りみたいなのが結構多いんですけど、はい、そこが結構ストップしちゃうみたいなところが大変でしたね。で、まあ、あとはやっぱり資金繰りですよね。はい。資金繰りはすごく大変かな。今も大変なんですけど、起業するっていう上で資金繰りっていうのは結構一つ問題になってくるんじゃないかなと思ってます。なるほど。はい、じゃあ今、このビデオを見てる視聴者の方はぜひベルリンとドレスデンの東京ご飯にぜひぜひ食べに行ってください。はい。おにぎりをまあメインと、あと唐揚げとか、お味噌汁とかもね、作られてると思うんですけど、はい、土屋さんにとっておにぎりとは何ですか？おにぎり、そうですね。難しい質問ですね。でも、今の僕にとっての、なんだろうな、情熱ですね。はい。情熱。会社としての夢が、東京ご飯を、欧州に展開するっていう目標を持ってずっとやってるんですけど、その夢に向かって、今すべての情熱を注いでるって感じですね。欧州の方でももっと展開されていきたいってことですね。そうですね。はい。で、ちなみにもう他のドイツ以外の国とかって決まっているんですか？それはまだまだですね。まだまだ。はい。まずは、やっぱり、ドレスデンっていうちょっとした中都市から始まって、今ベルリンっていう大都市に来たんで、はい。そこから、もうベルリンで、まずはベルリンで成功させて、で、その後、ドイツ国内に広げていって、その後ですね、欧州に広げていくのは。なるほど。じゃあ、はい。順番に、ステップを踏んで、はい。はい、応援しています。ありがとうございます。僕らが最初にドレスデンっていう街でスタートしたんですけど、おにぎりっていうおにぎり自体を知ってる人がすごく少なかったんですね。なるほど。なので、まず、おにぎりって何っていう聞かれるところから始まって、はい。で、おにぎりってこういうものなんだよって説明して、買ってくれる人もいるし、買ってくれない人もいるみたいな状況が最初続きましたね。なるほど。じゃあ説明から入らないといけないってことですよね。はい。で、
まあ認知を取っていくために、マーケットとかにも、ウィークリーマーケットとかにも出してたんですけど、その時って結構お年寄りの方だったり、っていうのが、ちょっと年齢層高い方たちがマーケットには来てるような感じだったので、なんか、おにぎりを変な目で見て、何みたいな。で、見てってずーっと見て買わないみたいな。なるほど。海苔とかがあんまり知られてなかったりするから、ご飯はまだみんな、知ってますけど。そうですね。なんか、寿司なのか寿司じゃないのかみたいなのであったので、まあドレスデンにおいてはですけど、おにぎりっていうものを浸透させるのがすごい大変だったかなと思います。なるほど。そういった面では、ベルリンはどうですか？ちょっと、まだベルリン始まって1週間なんですけど、おにぎりを知ってる人が結構多いのかなって気はしますね。だから、お店に来て、おにぎりって何ですかって聞いてくるような人はいないです。なるほど。はい。ベルリンはもっとインターナショナルだし、日本食とかも結構多いですもんね。ドレスデンだと、どうなんでしょうね。私ドレスデンはまだ日本食を食べに行ってたりしたことがないのにわからないんですけど。なるほど。じゃあそこからもうおにぎりの説明から始まって、そういったハードルがあって、今まで頑張ってこられたっていうことですよね。はい。あと、もう一個つなげてもいいですか？いいですよ。フリートークみたいな感じで。はい、いいですよ。で、あと、もう一つ難しかったのが、ドレスデンっはて、僕たちなんとなく行ったんで、なんとなくって言ってもあれなんですけど、一応狙いはあったんですけど、友達とか知り合いがゼロの状態で行ったんで、本当に01。もう本当に土地も知らないし、人も知らないしっていう中でのスタートだったんで、街を知って友達を作ってっていうところからのスタートっていうのは結構大変だったかなと。なるほど。じゃあもう本当に1からのというか0からの。なんならマイナスだったんじゃないかな。なるほど。その時ちなみにドイツ語とかはどうでした？ドイツ語は、学生時代に、僕は2年間、青木は1年半ぐらいかな、ドイツにいたので。そうなんですね。はい。多少喋れたので、ドイツ語が話せたっていうのは有利に動いたかなと思います。なるほど。それだったらまだ安心ですね。全くドイツ語を話せなかったらもっと大変な。それもドイツ語話せたとしてもやっぱり日本人が海外でドイツで起業ってなると本当にいろいろなものを乗り越えてこられたんだろうなと思います。そう、ちょっとこれは面白話なんですけど、もうだから最初友達とか全然いないんで、どうやって友達作ろうみたいな。ところで、いろんなアプリをやって、で、いろんなアプリで友達を作って、おにぎり食べてくれないかって連絡を打つんですよ。なるほど。で、おにぎり食べてもらって、徐々にそのインスタグラムだったりっていうのを、のフォロワーが増えていったりして、なるほど。広がっていったっていう感じですね。ドイツ語で言うビタミン B ですよね。人脈を広げていくっていう感じの。なるほど。だから当時のことを思い返すと、ドイツ人からしたら変な日本人からいきなりおにぎり食べないかって言われるみたいなカオスな状況があったと思います。でも嬉しいと思いますよ。特に、日本のこと知ってる人とかだったら、おにぎりも知ってる人多いと思うので、知らなくても、でもこれからね、どんどんとおにぎりを広めていきたいというのが、土屋さんの思いでもあると思います。はい。頑張ってください。はい、ありがとうございます。なんか話したいことで言うと、今こうやってビデオに出させていただいているのは僕なんですけど、ドレスデンにいる青木もすごい頑張ってくれてて、というかいつも一緒に頑張ってやってきて、で、今はドレスデン、ベルリンって離れちゃったんですけど、なんか彼が、どちらかっていうと僕が攻めで、彼が守備なんですよ。なるほど。役割で言うと、なんか僕がいろいろ突っ込んでって広げたりみたいなので、道を作ってくれるのは青木みたいな感じなんで、なんか二人で、共同創業って結構難しいって言われるのはあって、実際難しいっちゃ難しいんですけど、僕たちはその友達スタートしてて、で、もともとめちゃめちゃ仲良くて、で、今も創業しても、なお友達でいられてるっていうのがすごく僕は嬉しいので、
なんかこれからも2人で頑張っていきたいなと思ってます。はい、そうですね。いいパートナー。いい友達でもあり、はい。いいビジネスパートナーでもあり。はい。はい。ね、ぜひ応援したいですね。はい。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。はい。では最後に視聴者に向けて何かメッセージがありましたらお願いします。東京ご飯では、日本クオリティのおにぎりを提供していると思ってます。なので、日本に行かなくても日本に旅行に行った気分になると思うので、よかったらぜひ来てください。よろしくお願いします。それでは、本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。東京ご飯ベルリン店ですが、木曜日から土曜日まで営業していて、営業時間が昼の11時半から、1時半までと、夜が、5時半から9時までの営業となります。美味しいおにぎり作って待ってますので、よかったら来てください。ドレスデン店は、火曜日から土曜日まで、毎日、昼も夜も営業しています。ドレスデン店にもぜひ来てください。Dann,いただきます。Guten Appetit. Das ist Karaage mit Mayonnaise. Das ist wirklich riesig, ganz groß. Und ja, sogar auf dem Onigiri gibt es Inhalt. Bestimmt lecker. Dann mal schauen. Wirklich lecker. Unglaublich. Wirklich lecker. Das kann ich tausendmal essen. Oder sogar noch mehr. Wirklich lecker. Onigiri ist auch luftig und so groß, also damit 3 Euro oder noch ein bisschen günstig. Wirklich. So viele Füllungen. Seetag. Dann, ich probiere mal Karaage. Und diesen Karaage ist auch richtig groß. Ich habe noch nie gesehen so großen Karaage. Dann, いただきます。Das ist lecker. Ich möchte mal wissen, wie man gewürzt hat. Wirklich lecker. Ich kann euch wirklich empfehlen. Wie war das heutige Interviewvideo mit Tsuchiya-san und ja, bei Tokyo Gohan in Berlin. Ich hoffe, dass ihr mit diesem Video etwas Spaß haben konntet und ihr jetzt Lust auf Onigiri habt. Schaut gerne in der Videobeschreibung, ich habe alle Links von Tokyo Gohan geschrieben und kommt gerne vorbei zu Tokyo Gohan. Die Onigiris sind wirklich lecker und ich empfehle euch wirklich, dass ihr hier japanischen Onigiri isst. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Dann, ciao!